この動画はインフィニオンの提供でお送りします。こんにちは。今日はパワー半導体についての動画で、その中でも特に重要なゲートドライブ回路について話します。パワー半導体の動画を作ると言って若干放置気味だったんですけども、一見ようやくパワー半導体の動画を作り始めます。今日はその中でも特に重要なトピックであるゲートドライブについての動画です。ゲート駆動とかゲートドライブとかいろいろ言い方はあります。今日の動画の提供はインフィニオンというドイツの半導体企業なんですけども、パワー半導体の分野ではトップオブトップの企業です。パワー半導体以外にも今日話すゲートドライブ回路やそれを制御するためのマイコンなど全て揃ってます。インフィニオンの半導体を使えばそれだけでパワーエレクトロニクスの装置が作れる、そんなレベルの企業です。ゲートドライブの話をする前にまずパワー半導体がどこに使われているのか。パワー半導体の応用はものすごく広いです。ここにあるように電化製品から、皆さんがよく使うであろう自動車ですね。で、それ以外には鉄道であったり、あとは電力系統のところにも使われていたりします。例えば直流送電の HVDC の、北海道と本州を結ぶ直流送電のところがあるんですけど、そういったところにも使われていたり、あとは周波数変換所、あとは力率の保証装置なんかにも、もうありとあらゆるところにパワー半導体が使われています。例えば電気自動車を例にしてみます。ここにバッテリーがあって、そして右の方にモーターがあると。これは車軸を回すやつです。そしてバッテリーとモーターをつなぐためのこの部分がインバーターです。ここにスイッチが見えますが、これがパワー半導体です。実際のパワー半導体は何でできているかというと、ここにあるシンボルですね。MOSFET であったり、あとは IGBT なんかが使われたりします。電気自動車のインバーターの部分に使われているパワー半導体は、これまでは IGBT が主流だったんですけども、ここに来て SiC の MOSFET が割と採用されつつあります。大体の電気自動車は交流のモーターを採用していますが、バッテリーは直流です。その直流と交流を変換するためのものがインバーターです。このインバーターですけども、電気自動車以外だと、例えばインバーターエアコンとか言って、モーターに接続されたコンプレッサーを回すためにもインバーターが使われていたりします。モーターは回しませんけども、例えば太陽光発電のパワーコンディショナーなんかもインバーターを使ってますね。ここにインダクターが必要で、あとは電力系統に接続すると。こういうふうにパワー半導体がたくさん使われているわけですけども、じゃあこのパワー半導体はどういうふうに実際に使うのか見ていきます。これが実際のパワー半導体です。この黒いパッケージの中にパワー半導体のデバイスが入っています。そのパワー半導体がリードフレームの上に乗せられて、こういったですね、足が何本か生えている、そういう風な構成になっています。こういったのはディスクリートのパワー半導体です。こういった大きめのパッケージに入っているようなパワー半導体もあります。これはモジュールタイプのパワー半導体です。モジュールタイプだとこの中にパワー半導体の回路がいくつか入っています。この場合だと 2in1 のモジュールです。今日はこちらのディスクリートタイプのパワー半導体のゲートドライブをします。今日は MOSFET を使ってゲートドライブの解説をします。これが MOSFET の回路図中でのシンボルと、あとは実際の実物との対応です。MOSFET には端子が3つあります。それぞれゲート、ドレイン、ソースです。こちらの MOSFET の実物についてもゲート、ドレイン、ソースというふうに対応してます。今日話すゲートドライブがこの、ゲートですね。これです。実際パワー半導体は電流を流すスイッチとして使われます。実際どこにメインで電流が流れるのかというと、このドレインからソースに向かって電流が流れると。逆にこのソースからドレインに向かっても MOSFET の場合は電流が流せます。それかこのボディダイオードがあるんですけど、ボディダイオードの方からドレインの方に電流が流れる場合もあります。この電流を流す流さないという状態を決められるので、先ほど言ったようなインバーターのモーターの制御ができるわけです。ではこの電流を流す流さないというのは実際どういうふうに決めるのか、それがゲートドライブです。このゲートとソースという端子がありますけども、この間に加える電圧によってスイッチの状態が決まります。こちらのソースの単位を基準としてプラスの電圧をかけるとスイッチに電流が流れる状態を作れます。今度電流を流したくない場合はどうするか。
そういった場合はこのゲートソース間の電圧を 0V もしくはマイナスの電圧を加えます。そうするとこの MOSFET には電流は流れません。でこのゲートソース間の電圧をどういう風に決めるか、どういう風に制御するか、それがゲートドライブに深く関わってきます。結局パワー半導体がどういう役割をするかというと、スイッチと同じです。このパワー半導体というスイッチをオンにする、つまり導通させたいわけですけど、それはどうするか。先ほど説明したゲートソース間にポジティブの電圧を加えると MOSFET の電流は流れる状態になります。つまり導通します。実際に試してみます。9V の電圧をゲートソース間に加えてみます。ソースの電圧を基準にすると 9V をかけると。今これが導通している状態です。9V の電池を離しますが LED は点灯したまま、つまり MOSFET は導通したままです。ゲート端子は外から見るとキャパシターのように見えます。そのキャパシターに電荷が蓄えられた状態になりますので、いつまでも導通し続けます。なので実際にはゲートソース間に抵抗を入れて電荷を放電する必要があります。そうすればもうこの通り LED は光りません。つまりゲートソース間の電圧が 0V、実際には式1電圧より低いか、またはネガティブの電圧になる場合は MOSFET には電流は流れません。つまり導通しません。式1より高い電圧をゲートソース間に加えると MOSFET は導通します。スイッチが閉じている状態で電流が流れることのできる状態になるわけです。MOSFET が導通していない状態から導通する状態になることをターンオンと言います。ターンオンしました。今ターンオンしている状態から今度電流が流れない状態になるには、それはターンオフと言います。ターンオフの状態では電流は流れていません。この一連のターンオン、ターンオフを繰り返す、この動作をスイッチングと言います。実際のインバーターですと、このスイッチングを1秒間に数千回から数万回やります。数キロヘルツから数十キロヘルツです。今使ったように MOSFET のゲートソース間に電圧を加えるだけで動くので、非常に簡単に使えるように思うんですけども、実際はそこまで単純ではありません。これが実際オシオスコープでゲートドライブの波形を見ている場面です。この黄色の波形がゲート電圧。この部分で MOSFET はオンして、ゲート電圧を加えると、この部分で MOSFET はターンオンしています。で、またターンオフすると。この緑色の波形は MOSFET に流れている電流波形です。ゲート電圧と同じタイミングで立ち上がって電流が流れています。そしてゲート電圧を下げていく。今、ゲート電圧マイナス 5V に設定していますが、そうすると電流は流れなくなります。この波形をもうちょっと拡大していくと、こういう風になります。さらにゲートに流れる電流、これ赤色のがゲートに流れる電流と、そしてこの青色が MOSFET のドレインソース間の電圧です。ゲートソース間に電圧を加えているんですけど、電圧っていうのは一気に上がっていかないんですね。これは先ほど話したようにデバイスの構造上どうしてもキャパシターみたいのが中にあります。それの影響もあって電圧は一気には上昇していきません。しかも理想的なスイッチと違ってパワー半導体はスイッチングの時に損失が発生します。ちょうどパワー半導体の両端にかかる電圧がここから下がっていって、こういう風に下がるんですけど、この電流が上がっていく期間っていうのもあります。ちょうどこの期間がオーバーラップしています。この部分の面積がそのままパワー半導体のスイッチング損失になるわけです。今これは電流が流れているところですので、ターンオンの損失になります。ターンオフの損失もあるんですね。ターンオフの時もゲートの電圧っていうのは一気に下がっていかないでこういう風になっていきます。ちなみにここミラー期間って言います。パワー半導体に電流は流れていくんですけども、やはり急にはゼロにはならないと、ゆっくりと下がっていくと。今ターンオフなので電圧がかかる状態、つまり抵抗がものすごく大きくなって電流を通さないという風になるわけですが、それに至るまでのところで電流と電圧のオーバーラップの期間が発生してます。これもそのままスイッチングの損失になります。これはターンオフ損失です。先ほどの LED を光らせる実験だと、ゲートのところにポジティブの電圧をかければターンオンして電流は流れると。ゲートの電圧を 0V にすればターンオフして電流は流れない。非常に簡単なように見えるんですけど、ですが実際に波形を見てみると思ったより単純ではなくて結構複雑な動作をしています。
とりあえずパワー半導体がなんとなく使えるってことが分かったんですけど、じゃあ実際にそのパワー半導体をどういうふうに使っていくのか、このインバーターを例にして見ていきます。これが一般的なインバーターの構成です。MOSFET が6個あります。この MOSFET をオンオフ、つまりスイッチングすることでこのモーターを回転させていくわけですけども、じゃあその MOSFET をどうやって駆動するか、先ほど言った通り、ここに何かパルス状の信号を入力するわけですね。MOSFET が6個分あるので、6個分それぞれの制御の信号を入力します。これもパルスの信号を入力します。で、ここが一つキーポイントなんですけども、ここですね、MOSFET のゲートソース間の電圧を加えることで MOSFET はターンオン、ターンオフします。なのでこの上側についている MOSFET3 つあるんですけど、3つともですね、何かパルスの信号を入力するときはこの点を全て基準にしてパルスを入力しなければいけません。ちなみに上側についている MOSFET のこのポイントの電圧をそれぞれ見てほしいんですけど、これね、電源電圧と 0V の間を行ったり来たりします。例えばここの電圧が 0V で、バッテリーの電圧が 400V としましょう。そうしますと、この点の電圧は 0V と 400V の間を行ったり来たりします。つまり電圧が決まっていません。ちょっと話は変わるんですけど、このインバーターをどうやって制御しているか、それはマイコンを使います。マイコンって何かっていうと、ちょっとした計算をする小さなコンピューターみたいなやつです。そのマイコンの中でモーターにどれくらいの電流を流してどれくらいのトルクにするか、そして何回転くらいで回すかというのを全て計算します。その計算した結果をパルス状の電圧として出してくるわけですけども、そのマイコンがここに直接接続できるかというと、答えはできません。というのも電圧のレベルが違いすぎるからですね。マイコンは数ボルト程度で使いますけども、今ここの電圧を見てみると 0V から 400V の間を行ったり来たりします。ですのでマイコンを守るためにもこの上側のところには基本的には直接できないと。ですのでこの間にゲートドライバーを入れます。インバーターの一部分だけ抜き出しました。先ほど話したようにマイコンからパルスの信号を出すわけですけども、それをですね、こういうふうに直接接続してしまうとマイコンは壊れてしまうと。ですのでこの間に電圧を変換するためのゲートドライバーを入れます。こうするとマイコンは壊れずに使えると。じゃあ下の方はどうなんだと。下の方の基準の電圧は常に 0V なので、これつなげんじゃねって思うんですけど、実際つなごうと思えばつなげます。でもそれはやりません。それは何でかっていうのを実験して確認します。マイコンで直接ゲートドライブしようと思うと、マイコンで一体何アンペアの電流を供給できるのかっていうのを考える必要があります。さっき話したように MOSFET のゲート端子はキャパシターのように見えると言いました。入力容量、ゲートソース間容量、ゲートドレイン間容量とか言います。つまりですよ、このターンオン、ターンオフするためにはキャパシターを充放電する必要があります。話を戻してマイコンが一体何アンペアの電流を供給できるのか、だいたい 10mA か 20mA といったところです。これだと充放電がものすごくゆっくりになってしまいます。今は通常のゲートドライバーを使っていますが、マイコンの出力に切り替えます。そうするとどうなるか見ててください。はい。見てください。スイッチングものすごく多くなりましたよね。違いわかりますか？ゲートドライバーを使った場合は MOSFET のゲート端子に十分な電流を供給できるので、ゲートソース間の電圧が素早く下がって、スイッチングが素早くできるわけです。一方で、ゲートドライバーを使わないでマイコンで直接駆動するとこのようにゆっくりとゲートソース間の電圧が下がっていって、その結果スイッチングもものすごくゆっくりになってしまうわけです。パワー半導体で発生するスイッチング損失というものがあります。これはパワー半導体で発生する損失でかなり多くの部分を占めています。そのスイッチング損失は何なのかというと、この MOSFET に流れるドレインの電流と、そして MOSFET のドレインソース間の電圧の掛け算です。まずゲートドライバーを使って MOSFET のゲートに十分に電流を流せるとしましょう。そうすると MOSFET に流れる電流はスパッと切れますし、ドレインの電圧もスパッと上がるようになります。ですのでこの期間のオーバーラップというのは少なくなって、その結果この損失というのは少なくなります。これがスイッチング損失が少ない状態です。
で、一方でマイコンとかを使って十分な電流を供給できない場合、つまりスイッチングが遅くなる場合ですね。そうするとですね、先ほど見てもらったようにスイッチングがこういうふうにゆっくりとなるんですね。電流もなかなか切れずにいつまでも流れ続けると。で、電圧についてもなかなか上昇しないでこういうふうにゆっくりと上昇し続けるというふうになります。そうするとこの被っている器官の面積というのは大きくなります。その結果、損失も大きくなるわけです。このようにゲートに十分な電流が供給できていないと MOSFET が本来持っているスイッチングの素早さという特性をなかなか活かしきれませんし、それどころかスイッチングが遅いと MOSFET で発生する損失が多くなります。その結果発熱が多くなりますので MOSFET を冷却するためのヒートシンクをさらに大きいものにしたり、ヒートシンクに当てる風量を多くしたりと、冷却を頑張んなきゃいけなくなるんですね。ただこのスイッチングが遅いというのはデメリットだけじゃないんですね。ノイズが少なくなるっていう利点があります。こういう風にビヨビヨビヨって先ほどなってたと思うんですけども、こういうのが少なくなりますのでノイズの影響というのは少なくなります。ただマイコンで直接駆動するということはしないで、ゲートドライバーをつないだ状態でスイッチングの速度は普通は調整します。まとめるとゲートドライバーは何をしているのか、いろいろと機能はありますけども、大きく言うとこの2つです。まず1つが電圧の変換だと。このパワー半導体がしっかりとターンオン、ターンオフできるだけの電圧を供給する。ゲートドライバーの機能として絶縁をするものもあります。この間がですね、電気的に接続されていると、この MOSFET がぶっ壊れた時に、こっちまでマイコンも巻き添えになって壊れることもよくありますので、ここはですね、絶縁していることもかなり多いです。で、2つ目が電流の供給です。先ほど見てもらったように、この十分な電流をゲートの端子に供給してあげないと、その MOSFET が持っている性能というのは十分に発揮できません。これ以外にも例えば保護機能なんていうのもあります。で、視聴者の皆さんはもう気づいてるかと思いますけど、このパワー半導体を使うのにこのゲートドライバーというのは実は非常に重要な役割をしています。このゲートドライブの回路がパワー半導体が持っている性能をいかに引き出すか、パワーエレクトロニクスの装置をいかに引き上げられるかというのが決まります。つまりゲートドライバーの設計がしっかりとできているかどうかが装置の性能の高い低いの鍵を握ると言っても過言ではないと思います。ということを一見はずっと前から思ってます。ここにゲートドライブ回路の一例を書きました。ここが電圧レベル変換回路と、そしてプッシュプロの回路。これがゲートドライブされる対象の MOSFET です。ちなみに IGBT とかでも OK です。今回は MOSFET のゲートソース間の電圧が0から 15V になるようにしました。こういった回路の説明は出力の方から説明していった方がやりやすいです。まずここのプッシュプル回路ですね。これは MOSFET のゲート容量を重放電するだけの電流を MOSFET に供給します。プッシュプル回路です。この抵抗によって流れる電流を制限してスイッチングの速度を調整します。MOSFET がどれくらいの電圧でターンオン、ターンオフするかはデータシートを見てもらうとよく書いてあります。電圧がだいたい 15V くらいあれば MOSFET をしっかりとドライブできます。次にこのプッシュプル回路を動かすために電圧のレベル変換が必要です。MCU マイコンから来た電圧をそのままプッシュプル回路に入れたとしても電圧のレベルが違うのでプッシュプル回路は動作しません。ですのでここに電圧の変換回路が入ります。そしてこちら入り口の MCU マイコンです。例えばマイコンから 5V の電圧を出したとしましょう。そうすると電圧レベルの変換回路ではロジックが反転します。で、その反転した入力のまま、プッシュプル回路の出力も、同じように出てくると。もしこのロジックが反転するのが嫌ならこの MCU の出力に NOT 回路を入れるというやり方もあります。さらにドライブする回路の直流の電圧が例えば 600V とかものすごく高い場合ですね。そういった場合はマイコンの出力のところにさらにアイソレーターを追加することが多いです。今説明した回路だと下側にある MOSFET はドライブできますが、そのままの回路を使うと上側についている MOSFET はドライブできません。なんでかっていうとこの基準の電位が 0V から直流の電圧まで常に変動するからです。基準のソースの電圧が 0V と VDC の間を行ったり来たりします。ですので上側のパワー半導体を駆動するためには少しゲートドライブ回路を変える必要があります。
ゲートドライブの回路自体っていろいろ種類があるんですけど、その中でもよく使われる2タイプ紹介します。この上側についている MOSFET を駆動するためにこのフローティングの電源っていうのが必要なんですね。どこにも接続されていない完全に浮いている電源です。絶縁型の DC-DC コンバーターっていうやつがよく使われます。でマイコンからこういう風に信号が来て、そこにレベル変換の回路があると。でこういう風にプッシュプルのトランジスタの回路があって、そこにゲート抵抗を介してこういう風に接続すると。こういった構成がよくあるかなと思います。でスイッチング速度を調整するのはこのゲート抵抗の RG と呼ばれるものを調整します。ゲート抵抗を大きくすればスイッチングの速度は遅くなってこの部分からのノイズは少なくなります。ですけどもスイッチング損失は大きくなります。逆にゲート抵抗を小さくしてスイッチングの速度を速くすればスイッチング損失は小さくなりますがノイズをですね、ここら辺からたくさん撒き散らすようになります。その兼ね合いの設計っていうのが非常に重要です。で今ここフローティング電源一つだけだったんですけども、フローティング電源もう一つ追加してこの中性点のところをここに接続すると。でこのプッシュプルの下側のところはここに接続する、そんなやり方もあります。ただこのフローティング電源を使う方式ですと、この上側についている MOSFET インバーターだと例えば3つありますので、フローティング電源が3つ必要ですと。そして下の方にも少なくとも電源が1つ必要なので、最低でも4つ使います、電源を。で実際の電気自動車のインバーターとかを見てみると、それぞれの MOSFET とか、あとは IGBT とかに対してそれぞれの個別の電源を用意しています。つまり電源6個使っているわけです。そういった専用の電源を用意するとコスト的にも高くなりますので、もうちょっと違うゲートドライブの方式というのもあります。でコスト的な問題でフローティング電源が使えない場合どうするかというと、このブートストラップタイプのゲートドライバーの IC を使います。これだと基本電源1個で済みます。例えばここの電源電圧が 400V だったとしましょう。そうするとこのインバータの一部分だけを抜き出したこの地点の電圧というのは0から 400V まで触れるというのは、これは皆さん理解できるかと思います。まず下の MOSFET のゲートドライバーがここにありますが、このゲートドライバーに電源を供給するのはこちらの電源ですね。こういう風に入ってきてこのゲートドライバーに電源を供給します。常に電源は供給されているわけです。では上のゲートドライバーありますが、これに電源を供給するのは何か。それは何かというと、こちらの電源と、そしてこちらにあるキャパシタです。このキャパシタはインバーターの出力の端子に接続されています。これなかなかよくできている回路なんですね。ここの電圧がですね、0V の期間はどうなるかというと、この電源からこういう風に来て、ゲートドライバーと、あとはこちらのキャパシタに充電されます。次にこの MOSFET がターンオフしてこっちがターンオン、つまり導通している状態になると。ちょっと書き換えますか。こういうふうに導通していると。でそしてこちらがオープンの状態になっているとしましょう。そうするとこの地点の電圧は 400V、そしてキャパシタにすでに 15V 分の電荷が貯められていますので、ここの電圧は 415V になるわけです。ここの電圧は 400V。15V 分ですね、このゲートドライバーにしっかりと電圧がですね、供給されているわけなんですね。でこの電源の方には電流はもちろんですが流れていきません。なんでかっていうと、このダイオードがあるからです。このダイオードに 400V 分の逆電圧が加わっているわけです。でこの期間はこのキャパシターからこのゲートドライバーに電力を供給できると。これね、なかなか面白い回路だと思いませんか？ただこの回路ですね、全部の場合に使えないんですね。なんでかっていうと、ここの電源の電圧が今 400V くらいなら使えるんですけど、これがですね 1000V とか 2000V もっと高くなって 6kV とかいくとですね、このダイオードの耐圧が持たないんですね。そういった場合には使えません。おとなしくフローティングタイプのゲートドライバーを使います。ただこのブートストラップのキャパシタを使ったタイプのゲートドライバー IC の何がいいかっていうと、非常に低コストでできるんですね。でしかも回路もかなり簡単に作れると。もっと具体的に言うと、こういった IC とあとはダイオードとキャパシタがあれば簡単にゲートドライブ回路を作れてしまいます。実際に回路を組み立ててみました。
ゲートドライブ IC がこの真ん中にあるもの。右上にあるのはブートストラップのダイオードです。今回は MOSFET のボディダイオードを代わりに使いました。ブートストラップのキャパシターはこちらにある積層セラミックキャパシターを使っています。ゲートドライブする MOSFET の大きさにもよりますけども、実はそこまで大きな静電容量というのは必要ないです。このくらいの小さなキャパシターでも MOSFET はドライブできます。そして下に2つあるのがドライブされる MOSFET です。ゲートドライブ IC から信号が出ていますが、そこにはゲート抵抗を接続しています。外部から入力しているこちらの信号がゲート信号です。入力する信号は一つだけですけども、その信号から上下の MOSFET の駆動する信号を出してくれます。今回は話しませんでしたが、上下の MOSFET に流れる貫通電流を防止するためのデッドタイムの機能もあります。実際の製品レベルの話になってくると、ゲートドライブ IC の入力信号のところにアイソレーターを入れたりします。先ほど少し話しましたが、MOSFET が壊れた時にその被害がゲートドライブ IC、そしてその先にあるマイコンまで一緒に壊れていることがあります。ですので通常は入力信号のところにアイソレーターを入れて電気的に絶縁します。光で絶縁するタイプか、磁気結合を使って絶縁するタイプかがあります。アイソレーターが入っているゲートドライブ IC もインフィニオンでは用意しています。アイソレーターが最初から入っているものを使った方がフットプリント小さくなるので、そちら使う方がおすすめです。今回のゲートドライブ回路にはアイソレーターは入っていません。赤色の波形がゲートの入力信号。負荷の電圧を変えても当然ですが問題なく動いていますし、ゲートドライブの周波数を変えても問題なく動いています。これは割と汎用的に使えるゲートドライブ IC なんですけども、もうちょっとですね、性能をかなりですね、高くしたいとかそういった場合は、こういったインフィニオンから出ているゲートドライブの IC とかもいろいろあります。この基板インフィニオンの人から借りたんですけども、これがゲートドライブの回路ですね。さっきの IC は割と使いやすいとは思うんですけども、さらにですね、高性能化したいとか、もっと高周波のところまで行きたい、あとはフットプリントを小さくしたいとかいった場合は、こういったものを使います。これ中にアイソレーターが入っているので、最初からフットプリントかなり小さめにできます。ということで今日はパワー半導体を駆動するために必要不可欠なゲートドライバーについて少し話しました。世の中ではパワー半導体ばかり注目されていますが、そのパワー半導体の持っている性能を引き出せるかどうかはゲートドライバーの回路によって決まる部分が多いです。インフィニオン製の性能の高いパワー半導体を使ったとしても、ゲートドライバーの設定がうまくできていないと、その高い性能は全て引き出しきれません。これは先ほどやった実験の中である程度理解はしていただけたかと思います。インフィニオンね、パワー半導体のラインナップものすごく広いですし、なんといってもパワー半導体業界ではトップオブトップの企業なわけですから。パワー半導体以外にもゲートドライバーのラインナップも充実していますので、この際ぜひ製品に導入検討してみてください。ちなみにですね、2015年にインターナショナルレクティファイアをですね、買収して、その製品も引き継いでいますと。最近ですと、サイプレスセミコンダクターをですね、買収して、そちらの製品も引き継いでいますと。個人的にはですね、ますます目の離せない企業になっています。最後になるんですけども、インフィニオンの方から皆さんに何かお渡ししたいものがあるそうです。それでは、どうぞ。イチケンとインフィニオンの初コラボを記念してオリジナル T シャツを50名抽選でプレゼントします。応募リンクは概要欄にありますので、そちらからぜひトライしてみてください。次回以降こういった企画があるかわかりません。なので結構激レアの T シャツになります。ということで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。